皆さんこんにちは。エモトラベルの国とドリです。本日はアゼルバイジャン振り返り編ということで、何日いたか、どこに行ったか、かかった費用、アゼルバイジャンの良かった点悪かった点についてご報告してまいります。それでは楽しんでいってください。今回ですが15泊16日アゼルバイジャンにいました。約半月ぐらいですかね、いました。行った場所ですが、首都バクー、秘境ラヒック村、古都シェキに行きました。かかった金額です。気になる予算ですが、もともと1ヶ月の予算が2人で40万円で、今回16日滞在したので、予算が 21.7 万円になります。そして実際にかかった金額はでけ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 で 17.6 万円です。予算通り、イエーイ、予算以内に収まりました。やりました。で、実際にかかった金額をこっちかこっちに載せておきます。で、そうですね、宿泊費がかなり抑えられたのがでかいんじゃないかなと思いますね。エアビが相当安かったです。あれはね、非常に良かった。で、あとは、交通費もかなり節約できてますね。今回はヤンゴーっていう配車アプリを使ったんですけど、どこでも基本的に2、300円ぐらいで移動ができて、で、ゴブスタンだったり、ヤナルダグに行くに関しても、そこまで高額な金額は取られなかったので、かなりそこは良かった点ですね。あとはちょっと通信費はオーバーしてしまったんですけども、空港とかの近くであったりとか、eSIM を使うよりかは、現地の SIM を買ってかなり安く済ますことができました。だいたい1人当たり1600円ちょいぐらいかって考えるとかなり安いですね。アゼルバイジャン全体の物価としてどうでした？旅行した感じ。肌感覚としては日本の物価とほとんど変わらないというイメージでした。なるほどなるほど。観光地の入場料はだいたい平均して1000円程度かかってますし、食費だったり外食費に関しても日本と同じような感じで一皿5、600円ぐらいっていうような感じでしたね。そうですね。大衆食堂で食べると5、600円で収まるけれども、やっぱりその中心街や旧市街のレストランとかで食べようとすると、1人2、3000円ぐらいはしましたよね。そうですね。はい。その辺は結構高かったかなと思います。通信費も日本と大体同じぐらいかな。交通費、ヤンゴーだったり、ウーバーを使うとかなり安いっていう印象ですね。では次はアゼルバイジャンの良かった点ですね。良かった点何がありました？アゼルバイジャンはね、日本人にとってあんまり知られてない国なんですけど、秘境が多くて私は満足でした。各いろんな村々っていうのが国内に点在していて、あまり知られていないんですが、結構ユネスコに登録されていたりとか、古めかしい遺跡があったりとかっていう見物が多い、村がいっぱいあったところが良かったです。私は日本語学校の先生と生徒の方にものすごくよくしてもらったのが嬉しかったですね。あれは楽しかった。あとは、肉の値段がかなり安くて、肉がお腹いっぱい食べれたのが個人的には良かったです。羊の料理だったり、牛の料理がかなり美味しかったですね。かなりポイント高かった、そこは。最後は、アゼルバイジャンでちょっと微妙だったり悪かった点を挙げてみましょう。どうでしょう？観光客を見つけると、ちょっと多めにチャージしちゃおうかなっていうふうに思ってらっしゃるのが感じられるところがストレスでしたね。結構多かったですね。レストランに行くと、同じレストランに2日連続で行ったんですけど、1日目は表記の値段と一緒だったんですよ。で、2日目はどういうわけか、なんですかね、レジの人は違ったんですけれども、2日目と1日目で。2日目の人の場合、なぜか同じメニューを頼んだのに値段がかなり違ってて、なんか、上乗せをしてきたりしてましたね。それはシェキでありました。ラヒック村とかでも油断をするとすぐなんですかね、チャージ料だったり、わけのわからない、お金をどんどん上乗せしていくので、最初にもう金額をフィックスしてやっとかないと、もう、どんどんちょっと釣り上げられるのが結構個人的に大変でした。あとは、タクシーですね。ヤンゴーだったりアプリを使うと全く問題ないんですけれども、空港とかヤンゴーが使えない場所、ヤンゴーとかボルトが使えない場所とかだと、ものすごいタクシーが迫ってくるんですね。で、なんとか僕たちを車に入れようとしてくる人たちがもう5人とか6人とか平気でいるんですよ。で、断ってるのに車で追いかけてきたりとか、捕まえようとしてくるので、そこが結構怖かったですね。
なので、アゼルバイジャンのバクー空港から出るときは、バスかメトロを使って出ることを、ないしは eSIM を使って空港から出てタクシーを使う、アプリでタクシーを捕まえることをお勧めします。以上で、アゼルバイジャンの振り返りを終わります。この動画が皆さんの何かの参考になれば幸いです。では最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。